はい、皆さんこんにちは。今回はですね、これから説明する補助組のやり方は、私がいつもやっている方法で、プロの方とはちょっと違うかもしれません。で、それを細かく解説していこうと思います。これはヒノキです。組み合わせるとこの状態になります。最終的にはガラスをはめて窓として使うものです。これがもうすでに一つ作ったものです。ほぞの形状はこういう形状です。でこっちがほぞ穴、こういうふうに刺さるようになってます。この組み合わせる形を決めたらですね、この角角に番号をつけて、これは2番で、同じ角のところを2番、後で組み合わせが分かるように、4つの角に同じ番号を振って組み合わせを分かるようにしておきます。この材料の向き、どちらが内側でどちら側が外側かもを一応書いておきました。こちらが内側、こちらが内側ですよということで、これをやっとかないと後で組み合わせが分からなくなってしまうので、必ず先に書いておく必要があります。で、最初にやることがですね、墨出し、これ非常に大事です。墨出しをします。一つ一つ寸法を測ってですね、もう定規で測って写すでもいいんですが、そうするとね、結構ずれたりするので、私は現物合わせで墨出ししてます。この面をしっかり合わせてナイフでちょっと印をつけますね。この幅だけ分かればいいので1点だけつけます。それでスコヤでここですね、で同じようにこれで今この木の幅をこちら側に移しました。こちらがですね、このほぞ側になります。この一面の墨出しが終わったので、今度この線をぐるっと回します。スコヤを使ってこの線をぐるっと回すんですけど、この時にですね、まず最初のこの線をスコヤをこのようにして当ててこう線を引いた場合、基準となる面がここになるんですね。それとこの面が基準になってるんですね。こういうふうに当ててますから。で、こう当ててこの面を基準と、考えたら一番いいんですけど、そうした場合まずここからこちらの面へ線を移す場合は、基準面の方にスコヤのここを当てて線を引きます。そうしないとですね、しっかりと線がきっちり回らないんですね。最後の線がずれたりします。これが基準面で、次にこの面を線引きました。2面引いて、でこう回してきたから次こちらへ行きたくなるんですけど、この基準面に対して今度こっち側を手前側の方を線引いてきます。でこちらが基準面になるので、スコヤもこの向きで当てます。でしっかり最初の線に合わせて直角の線を引くと、はい、それで最後は裏側、基準面の裏側にまずちょっと確認してみますね。スコヤを当てて、この前後の線とこのスコヤのラインが合うかどうかですね。ぴったり合ってますね。うまくいきました。
れで合わせてと見えますかね。ピントがかな。綺麗に線がぐるっと回りました。なかなかですねこれがぴったりいかないんですよね。この製材のこの直角とかがですねきっちりいってないとぐるっと線を回した時に最後が合わないということがよくあるんですよね。で今のスコヤの使い方をすると比較的これ最後ぴったり合います。はい、次にですねこのほぞの縦の幅を決めていきます。ほぞ穴を掘った時にここの幅ですね、ここがあまりにこう薄すぎるとほぞを差し込んだ時にこっちへ割れる可能性があるんですよね。だからあまりここを狭くはしたくないのでこの残す部分ですね、ここの幅を15ミリぐらい取るようにしてます。これは私のやり方ですけど、今この幅が57ミリで、ほぞの幅を40ミリにして最後ここを残す分を17ミリにすることにしました。毛引きを使ってこれで毛描いていきます。で今40ミリでこれ測ってあります。どちらが内側かを間違えないように内側の方に、こちらが内側でほぞはこの形状になるので、内側の方から40ミリで毛描きます。でこの時ぐるっと回したこの横のラインですね、ここからはみ出さないように気をつけてギリギリで留めます。でこっちもですけど今度こうこちら側は最初の点が分かりやすいので小口側にも引いときます。引ける線はなるべくたくさん引いといた方がいいので小口も40ミリで線を引いてと。はい、次はですねこのほぞのこの幅を決めますね。でいつもだいたい私の場合はこの幅の3分の1でやってます。3等分した幅でだいたいそのぐらいでやってます。この幅が、33ミリだったので3等分11ミリでこの毛引きを設定しました。でさっき使ったですねこの毛引き、この幅40ミリなんですが、これもう動かさないようにこのままにしておいて、で違う毛引きを使ってこの違う寸法を取っていきます。でねこれが後で毛引きは一回決めた寸法を動かさない方が後でもう一回確認とか引き忘れたとかよくあるので、忘れた時にもう一回合わせるとですね微妙に寸法が狂ってしまうので、できればいくつも毛引きを用意しておいて寸法を動かさない方がいいですね。以前にも言ったんですけど複数持ちの方が後々非常に便利です。はい、次はですねこのほぞ差し込んだ時のここの残り分ですね、この長さを決めます。この長さですね。でこの底の部分、ここの残す部分がここはね力がかかるところではないので、このほぞを刺した時に下へ押される場所ではないんですね。ですからそんなに薄くしても別に問題がないので、その代わりなるべくほぞの長さを長くとって安定させたいので、ここの残す部分を10ミリで設定しました。この毛引きで今10ミリの幅を取ってます。でこの状態でここが底の部分になるので10ミリのところで線を引いておきます。でこの墨はですね
早い段階で切り落とされてしまって見えなくなってしまうんですね。隠れてしまいます。表側のここだけ残るんですけど、ここは最後に切る線なんですけど、一応線を回しておきます。こういう線後で消えてしまう線でも先に線を引いておくと勘違いしてなんて言ったらいいのかな、間違いが少ないですよね。一応線引っ張っといた方がいいと私は思います。次にですね、このほぞ穴の墨出しをしたくなるところなんですが、このほぞ穴はですね、こちらを切断してもうきれいにしてもう仕上がった状態になってからこっちのほぞ穴の方の毛書きをします。先に寸法取りをして、毛書いてしまっても必ず合わないんですよね。合わないので1箇所ずつ、さっき言ったみたいに現物合わせで寸法取りをしていきたいと思います。ちょっとでいいので